ホワイトケミカルスープと言われる基本の野菜スープを詳しくまとめてみました。皆さんこんにちは。日本野菜スープ協会さんから協会式の野菜スープの作り方の動画依頼がありました。協会から撮影用の荷物が届く予定日は先日の大雪の日だったんです。その日は配送がなく、協会流で野菜スープを作るにはあるものが絶対に必要で、私は持ち合わせていません。困ったなぁと思っていましたが、次の日に届いて無事に動画を撮り終えることができました。今回の動画は日本野菜スープ協会流の作り方をお伝えするとともに、ホワイトケミカルについてまとめてみました。ぜひ最後までご覧ください。協会流はまず材料選びです。普段の野菜をすべてオーガニックにするのは食費もかさみ現実的ではないけれども、野菜スープだけは無農薬で肥料も使わない自然栽培、自然農の野菜を勧めておられます。自然栽培についてはこちらの動画で少し詳しく述べています。2週間ほど前、自然農をしている友人を20年ぶりに訪ねてみました。長い年月が過ぎているのに髪も黒々して昔のままで、野菜の底力を感じましたよ。野菜がファイトケミカルを作り出すのは過酷な自然や外敵から自分の身を守るためでしたよね。農薬や肥料を使わない育て方はそうでない栽培に比べ植物にとってはとても厳しい環境なんです。だからより多くのホワイトケミカルを作り出すとも言われています。同じ野菜でもその栄養価に違いは出てくるんですね。また野菜のエキスを丸ごといただくスープですから、農薬が使われていないのはとても安心なのは言うまでもありません。では作り方です。私が愛のスープと名付けているホワイトケミカルスープはハーバード大学式野菜スープとも呼ばれています。協会の作り方は材料は全く同じです。このおなじみの4種類ですね。野菜を細かく切ります。作り方で驚いたのは、こんな大きな不織布袋に入れるところです。大きな袋があるんですね。大雪で荷物が届かなくて困ったのはこの袋だったのです。後の作り方は私の他の動画でもお伝えしている通りです。水を1リットル加えて中火にかけ、沸騰したら弱火にして30分ほど煮ます。出来上がれば協会流はこの袋ごと取り出します。ホワイトケミカルスープは汁がとっても重要だからです。糖質、脂質、タンパク質の3大栄養素にビタミン、ミネラルがプラスされ5大栄養素。昔は栄養価がないとされていた食物繊維が6番目に加わり、そしてファイトケミカルは第7の栄養素として近年注目を浴びています。そのファイトケミカルを効率よくいただくのがこのスープなんです。
ファイトケミカルは硬い細胞壁の中にあります。この細胞壁を壊さないとファイトケミカルを効率よく取ることはできません。ところが包丁で切っても、スムージーのようにミキサーにかけても、そしてよく噛んで食べたとしてもほとんど壊れないのです。壊す方法は一般的には冷凍と加熱です。ですから野菜のファイトケミカルを無駄なくいただくには野菜スープなのです。先日デパートの健康フェアで血管年齢を測定してもらいました。係の方にプラス10歳ぐらいになってもよくあることなので気にしないでくださいねと言われて測ると、今年66歳なので58歳ということはマイナス7歳から8歳ということですよね。よかったです。血管を若返らせ丈夫にしてくれるのはタンパク質とビタミン C に加えファイトケミカルの力が大きいと思っています。血管の老化を進めるのは動脈硬化ですが、動脈硬化の発端となるのは体の酸化です。ファイトケミカルにはその酸化をブロックする働きがあります。いわゆる抗酸化作用ですね。また私たちがすりむいた時など血小板が集まり結合して傷口を防いでくれますが、その作用は体の中ではマイナスに働くことがあります。血栓を作ることなどです。キャベツのイソチオシアネートや玉ねぎのケルセチンには血液サラサラ作用があり、血液が固まるのを防いでくれます。抗酸化作用、血液サラサラ作用のほか、ウイルスなどを跳ねのける免疫増強作用も欠かせないでしょう。免疫力アップという言葉ですが、ファイトケミカルにとっては少し誤解を招くことがあります。リウマチの持病がある友人に野菜スープを勧めたところ、これ以上免疫が上がると困るからという答えが返ってきました。リウマチというのは免疫に異常が起きて自分自身の体の細胞や組織を攻撃することで起こります。いわゆる自己免疫疾患ですよね。このファイトケミカルスープの考案者である高橋博先生は、ファイトケミカルは免疫力をアップするというよりは免疫力を整えるのであると言われ、リウマチの方にも勧めておられます。またがん予防効果も外せませんよね。人参やかぼちゃに含まれるカロテンは肺がん、肝臓がん、乳がんの成長を抑えることが実験で確かめられているそうです。カロテンは油に溶けるファイトケミカルなので、油と一緒に食べると吸収率が良くなります。私はナッツと一緒にいただくことが多いです。良質の油を少し垂らすのもいいかと思います。ファイトケミカルスープについてお話しさせていただきましたが、その良さが少しでも伝わっていたら嬉しいです。先日野菜スープの講演をさせていただきました。一人でも多くの人にこのスープを生活に取り入れていただきたいので、機会をいただくととても嬉しいです。次回はその内容をお伝えする予定です。最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。